Natasha, what are you doing? I'm painting the cover of the packaging of a new eyeshadow palette. こんにちは、すみれです。今日はナターシャ・ディノーナの春にぴったりな可愛らしいブルームパレットについてレビューをしたいと思います。最初この色味を見てピンク系またはコーラル系と思った方いらっしゃいませんか？私もその一人でした。そんな疑問が少しでもスッキリするように、このパレットに入っている色味、そして実際のスウォッチというものをお見せします。そして今までのナターシャ・ディノーナのパレットとこちらのパレットの比較、皆さんからいただいた質問にもお答えしながら詳細をレビューしていきたいと思います。今回のこちらのパレット、パッケージはナターシャ・ディノーナが描いた水彩画なんですね。彼女が最後に水彩画を描いたのは10代の頃だと言っています。なので何十年ぶりにね、描いたと思うんですが、すごく可愛らしく出来上がってますよね。実際にこのパレットができた時のナターシャの様子見てみましょう。Natasha, the Bloom palette. oh my god! Cute! It's so nice. Yes, Open her up. look. Oh my god. I'm gonna show you. Wow! Wow. Oh my goodness! Stunning. ナターシャ・ディノーナのパレットはサイズがフルサイズ、ミディアムサイズ、ミニサイズとあって、今回のパレットはね、ミディアムサイズ。パレットの中には全15色、そして中には大きめの鏡が入っています。こちらのパレットはイタリア製、動物実験なし、ミネラルオイルフリー、そして海中生物に優しい作りのディーゴフリーとなっています。使用期限は24ヶ月なので2年間。価格はアメリカドルで69ドル。ナターシャ・ディノーナの公式サイトでこちらを注文する際には 15% オフになるコードがあります。このナターシャ15というものを会計時に入力していただくと、このパレット69ドルから 15% オフで購入ができるので、この私のコードね、よかったらぜひお得に使ってみてください。今回このパレットの中には5つの質感が入っています。それでは早速、質感ごとに様々な光の下でスウォッチを今から紹介しますね。左側2色がディオクローム、右側4色がスパークリングフォイルド質感、そしてスパークリングフォイルドの一番左側ね、これはディオクロームでもありながらスパークリングフォイルドでもあったりします。これが自然光での見え方。こちらが黄色の光です。左側2色がディオクローム、右側4色がスパークリングフォイルド質感、そしてこの色味に関してはスパークリングフォイルドでありながらディオクロームでもある色味ですね。この光に来るとスパークリングフォイルドに入っているディオクローム感がわかりますね。そして白の蛍光灯の光です。こうして見るとね、このスパークリングフォイルドでありながらディオクロームのものも色のね動きがすごく軽やかですよね。とても綺麗だと思います。そしてディオクロームの左から2番目、これはナターシャ・ディノーナがねすごく一押ししているものすごく綺麗なのと言っているね色ですね。確かにすごくいろんな色が入ってる感じがしますよね。これが白の蛍光灯の光での見え方でした。いかがでしたか？インスタグラムでいくつか質問をいただいていたので、まずこの質問にね、答えていきたいと思います。既存色はありますか？すべてが新色になっています。
ただ、ナターシャ・ディノーナはブランドができてからもう500種類以上の色味を出しているんですね。なので、似た色味はね、出てくるっていうのは仕方がないかなと思うんですが、色味がすごく似ていても質感が違うと、まぶたの上での見え方とかもね、また付け心地とかも変わってくるので、いろいろとね、どんな質感か、そして色味はどうかというものもね、総合的に判断していただければなと思います。ピンクと思っていたけど、コーラルですか？で、このパレットは私から見て、どちらかといったらコーラル。でも、コーラルでもピンク系に近いね、コーラルピンクといった印象がありますが、皆さんからはどう見えますか？私の中でピンク色が入っているイメージっていうと、レトロ、パステル、あとはラブパレットかなと思うんですね。ちょっとお見せしますね。私の中でピンクっていうとね、これとかこれとかね。そしてこのあたりがね、ちょっと濃いめのピンクとかあると思うので、取り出してパレットと比べてみます。上にね、ピンクを乗せました。左側がビジアートのオレンジの色なんだけども、こうしてみると、ピンクではないけれども、もう少し肌なじみがいい感じですよね。そしてオレンジと比べてみても、オレンジすぎもせずっていった形なので、私の中ではすごくバランスが取れたピーチ系っていうのかな。色の表現って人それぞれ違うと思うので、このね、画像で判断していただければなと思います。白の蛍光灯の光つけますね。そしてこちらが白の蛍光灯をつけた見え方になりますね。いかがですか？もうコーラルさっていうのは感じますね。とてもね、バランスのいい綺麗な色かなと思います。肌なじみがいいですよね。そしてコーラルパンゴ、こちらのパレットと似ていますか？といった質問です。これはね、フルサイズの5色パレットになります。これが通常のミニサイズの5色パレットなんですね。そしてフルサイズの5色パレットっていうのは、1色あたりね、パンの大きさが2倍入っていて、これがフルサイズのパレットなんだけど、このサイズが5色入っている、もっとね、大きめの5色パレットになって、値段もね、倍ぐらいします。それで以前ね、コーラルパレットっていうのがあったんですが、結構似た印象があるんですね。じゃあこの5色パレットの色味1色ずつね、見ていきたいんですけど、まず一番左側。これが 244M。メタリックの質感になっていて、色味はコーラルシャンパンとね、記載があります。このブルームパレットの中で似たようなものはないかなと見てみると、同じ質感のメタリックで見てみます。そうすると、ビビットタンジャリンというものがあるんですが、同じメタリック質感なんだけども、これはね、少しオレンジ味が強いものになります。そして似た色味で見てみると、フルーはデュオクローム、ライトピンクにアイシーアイボリーの動きといったね、記載があります。こっちに入っている色味の方が、ほんのりね、アイボリーのね、ちょっと色の動きっていうのがあるものになります。そして2番目の色。こちらは 245cm でクリーミーマットの質感ですね。色味の記載はコーラルピンクとなっています。このパレットで見てみると、このね、レンの色っていうのがミディアムコーラルピンクと記載があるので、もしかすると同じぐらいの可能性があります。ロビンの色味に関しては、ミディアムのダスティーコーラルっていうね、色味なので、もう少し暗いかもしれないですね。そして真ん中に入っているのが246デュオクローム。これはパープルとね、ピンクのデュオクロームに見えるものです。で、今回のパレットに入っているデュオクロームね。これはベースがピンクでターコイズのきらめきの動きっていうものがあるものになります。おそらく塗った時の見え方っていうのがこっちの方がもう少しピンク系を感じやすいと思います。そして次の色 247cm。こちらはクリーミーマットの質感ですね。で、色味の説明がラストレッドという風になるんですね。で、色のイメージって人によって違うので、色の標準でラストレッドを調べてみました。そうすると、こちらがね、ラストレッドの色になるんですけども、色見本で比べてみると、このパレットではこのブリックの色味っていうのが一番近いかもしれませんが、ただブリックだと赤みが弱いと思います。そして最後が 248M。これはメタリックの質感になります。そして色の記載はウォームラズベリー。そして色のサンプルを見てみると、こちらが標準のラズベリーの色味とされています。なので、これにウォームなので、このあったかみね、赤みが入っていると思います。そしてこの色味がちょっと似てるかなとも思ったんだけど、こちらの質感はスパークリングフォイル質感でキラキラ感がね、強いものになります。この動画では私がそれと似てるかな、一番近いかなと思った5色の色っていうのをとってスウォッチをしてみました。なので、よかったらお手持ちのものと比べて、このパレットは似てるかね、ちょっと判断されてみてください。こちらが自然光です。いかがですか？
真ん中のデュオクロームが全体的にやっぱりピンク系の印象はありますよね。ただこちらは黄色の光です。最後に白の光です。本当に細かく見てみるとね、このターコイズ系のブルー系のきらめきっていうのもあるんだけど、パッと見そこまでこのブルーの印象っていうのはないですよね。ただこの白の蛍光灯の光とかに行くと、やっぱりそのクールトーンのね、きらめきっていうのがあるので、輝きがとっても綺麗だなと思います。これらがね、似た5色の色味なので、お手持ちのコーラルパレットとよかったら比較してみてください。マイドリーム、I need a warm、I need a nude パレットと似ているかを知りたいとのことです。今からね、パレットをちょっと並べてお見せしたいと思います。そして右側がマイドリームパレット。これをね、カスタマイズして私はパレットを並び替えてるんですね。イメージとしては上がね、全部クリーミーマットで、そして質感があるもの。最後に色がね、濃いめの色を入れてますね。個人的には、このパレットが一番この色味がね、近しいものがあるかなといった印象があります。上がブルームパレット、下がマイドリームパレットですね。マイドリームパレットには色がね、しっかりと変わるマルチクロームが入っていますね。グリーンとパープル系に変わって見えますね。そしてディオクロームも入っています。それ以外にもしっかりとした濃いね、真っ黒のブラックっていうのもあって、使いやすいブラウンや温かみのね、あるようなマットの色も入っていますね。これらがマイドリーム。そして今回のね、ブルームパレットですね。どっちかっていうとマイドリームの方が少しパープル系も感じますよね。このマルチクロームの中にもちょっとパープルを感じるようなね、ピンクだったりとか、そういった違いがありますね。皆さんはどちらがお好きですか？そして右側が I need a nude。左が今回のパレットですね。そうするとかなりこっちの方がもう少しね、このグレー系というか、もうちょっとクールトーンな感じがしますよね。この同じピーチ系の色味ね、左下の。この色でも、こっちと比べるとやっぱり、I need a nude の方が、ちょっとグレー系が入ってるような色味ですよね。そしてピンクのね、きらめきのある色味に関しても、かなりクールトーンな感じがします。上がブルームパレット、そして下が I need a nude ですね。I need a nude の方がやっぱりこう落ち着いていますよね。そしてきらめきがね、みんな細かいのがわかりますか？この細かくて品があるようなね、きらめきっていうのはすごく特徴かなと思いますね。そして、I need a nude で一番ピンク目がある色。この延長線上にブルームパレットがあるかなといった気もしますね。で、さらにね、ピンクの展開といった形ですね。なので、一緒に使ってあげても可愛いかもしれないですね。これらが違いになります。右が I need a warm。そして左がブルームパレットになりますね。こうして見ると、I need a warm がね、すごくニュートラルに見えるんですね。私の中では I need a warm はね、結構ウォームトーンの印象が強かったんだけども、どうですか？これと並べてみると、断然ブルームパレットの方がピーチ系ね、ちょっとピンクとかコーラル系のイメージもありますよね。なので、私はね、最初 I need a warm とすごく似た印象を持っていて、またオレンジ系かなと思ったんですけど、並べてみるとね、結構違うなって。私も今びっくりしました。こちらが全色スワッチです。上がブルームパレット、下が I need a warm パレットです。左側にマットをまとめてるんですが、下にある I need a warm の方が全体的に使いやすい色味が多いですよね。上も少しね、あったかみの色味が多いですね。そしてきらめきのあるもの。I need a warm パレットの方にはマルチクロームが入っていて、緑とオレンジにね、色が変わるものがありますね。そしてトッパーの色味もね、すごく使いやすいものが入ってると思います。I need a warm のトッパーは、こういったあったかみの色が入ってますね。そして右側がデュオクロームで、このちょっとクールトーンのね、きらめきっていうのがあるタイプですね。これらが全色の色味の違いになります。次に、パッドマックグラスのピンク系の色味。それをね、ちょっと比べてみたいといったことなので、今からパッドマックグラスのピンク系の色味とね、比較をお見せしたいと思います。ブルームパレットとディバインローズ1です。そしてこちらが全色スウォッチです。上がブルームパレット、下がディバインローズ1ですね。まず、ディバインローズには、この白のね、シマーっていうのと、あとは純粋な白のね、大きなきらめきっていうのが入っています。
そして、モーブ系の色味が結構ね、グレー系が強いですね。なので、クールトーンにも使えて、特別シェードにはゴールドだったり、あとはピンクとね、ゴールドのデュオクローム柔らかいものですね。そして白とピンクのデュオクロームだったりね。で、一番右には粒感がね、大きいね、とってもきらめきが綺麗なものがありますね。これが7です。そして今回のね、ブルームパレット。どっちかというと、クールトーンさんに使いやすいのはディバインローズの方かもしれないですね。ただトッパーの色のバリエーションがあるのはブルームパレットですよね。そしてマットのね、バリエーションもありますね。これらが違いになります。こちらがマザーシップパレット11サンリットセダクションになります。上がブルームパレット、下がサンリットセダクションですね。色味がナターシャは15色、マザーシップパレットは10色になりますが、色味としては、これがね、サンリットセダクション、右側4つが特別シェードですね。そしてブルームパレット。マットの色味に関してはね、ナターシャの方がずっと多いですね。パッドマックグラスのマットはこちらは3色です。そして、きらめきの部分で比べてみると、こういったきらめきと、この特別シェードのきらめきですね。例えば、この2つ似てると思うんだけども、パッドマックグラスの方がディオクローム感もしっかりあって、きらめきも高いです。ナターシャもね、ディオクローム感があるんだけど、優しさがありますよね。あんまりキラキラしたくないといった場合は、ナターシャの方がいいかもしれないですね。しっかりと華やかさを出したい場合は、パッドマックグラスだと思います。とても綺麗ですね。色味のね、印象としてはちょっと似た感じはでもありますよね。そして既存色と似ている気がするんだけども違いが知りたいといったね質問をいただきました。なので私が持っているナターシャ・ディノーナのパレット、もしかすると皆さんもね一つ二つ持っているかもしれないので、それぞれのパレット同士をね並べて少しでもお手持ちのパレットと比べてどんな風に違うかね見ていただければと思います。こちらがブルームパレットとブロンズパレット。これからねお見せする中で全色のスウォッチ希望のものはコメントで書いていただければ改めてねお見せしたいと思います。こちらはレトロパレット、グラムパレット、レトログラムパレット、全銅パレット、サンライズパレット、ラブパレット、パステルパレット、メトロポリスパレット、ロキサパレット、ゴールデンパレット、ゼノンパレット、ユッカパレット、フルサイズのゴールドパレット、フルサイズのリラパレット、フルサイズのビバパレット、フルサイズのサンセットパレット、フルサイズのサファリパレット、フルサイズのトリオクロームパレット、フルサイズ28色パレットグリーンブラウン、フルサイズ28色パレットのブルーパープル、フルサイズのスターパレット、フルサイズの10色パレット。最後に私の感想です。このパレットまずね、ケースは今までで一番好きかもしれないです。ナターシャ・ディノーナのミディアムサイズでね、最近この 3D のガラスタイプっていうのがすごく出てるんですね。その中でも本当に今回絵が可愛くて一番好きだったりします。そして配色のバランスもすごく気に入っていて、トッパーの色味、要はキラキラ感があるトップに使えるような色味なんだけど、それもしっかりとね、ホワイト系からあったかいね、オレンジやピンク系、さらには
ピンク系なんだけども、クールトーンの青のきらめきっていうのがデュオクロームで入っていたりもするので、このトッパーのバリエーションっていうのもね、すごくあると思います。で個人的に私はね、この白のクリスプの色味っていうのがとても好きです。これもちょっとデュオクロームになっているんですが、私の印象だと昔ね、ナターシャが出していたフルサイズの10色のね、パレットがあったんですが、そこに入っている白の色味もデュオクローム化になっていたんですね。私の印象だと、その10色パレットに入っているホワイトよりも、こっちの方がもう少しね、軽くしたような印象ですね。で、今回ここに入っているメタリックはギラギラしているわけではなくて、優しいキラキラ感です。なので日常使いにも使いやすいと思います。ナターシャはこのメタリックでも、ものすごくね、きらめきがすっごい強いメタリックっていうのもあったりするので、同じ質感でもこのパレットに合わせてね、ナターシャはフォーミュラを少し調整することがあるんですが、今回はね、すごく優しい仕上がりになっていますね。マットの色味っていうのも中間色に使える色だったりとか、際に使える色、そしてそのね、中間ぐらいの色っていうのもあって、すごくね、バランスも取れているので、とっても使いやすいです。改めてこちらのパレット、迷っている方のために、じっくりとね、様々な光の下でよろしければご覧ください。皆さんはこのパレットの印象どうでしたか？もうね、春の時期なので、これはすごく大活躍できると思います。もしね、購入された方、他にもいらっしゃったら、ぜひコメント欄で感想を教えてください。それではまた他の動画でお会いしましょう。バイバイ。